こんにちは、カンナです。今どこにいるかというとですね、どこでしょうキッチンなんですけど、引っ越しました。イエーイ。はい、ついにですね、5週間住んでた学校の寮を出まして、自分でね、こっち来て探したシェアハウスに入居しました。で、さっき入居して、オーナーさんと契約書のやり取りを終えたところなんですけど、ちょっとカメラ回して家の紹介を簡単にしていきたいなと思います。今回シェアハウスで2つ部屋があるので、私ともう一組女性の方が来られる予定で、スペイン人の女性って聞いてます。で、私は今一人なんですけど、この動画がもう出てる頃には夫が日本から来てるはずです。なので、3人で一緒に住むみたいな感じになってます。私めっちゃこの部屋気に入ってるんですけど、簡単にルームツアーしていこうかなと思います。まず今いたキッチンのところからですね、見えてる視界こんな感じです。多分モザイクをかけてて見えづらいかなと思うんですけど、リビング結構広々としてて、こんな感じ。ここにソファーとテレビとね、ちょっとリラックススペースがあって、でダイニングテーブル、4人が座れるようになってます。でこっちの部屋が、これは私じゃなくてもう一組の方が住む部屋で、ここにキッチンがあります。よいしょ。でね、キッチンもマジでこのでかい電子レンジから、この4口コンロ、でかいやつから、オーブンもね、下にね、そんな使えるかなって、使いこなせるかなってぐらいすごいあります。で、コーヒーメーカー、私は飲まないんだけど、と、ケトルね、ケトルとか、あと、この中にいっぱい食器とかもめっちゃたくさん入って、もう十分すぎるぐらい、こんなにね、いっぱい入ってます。生活のスタートには困らない。こんな感じです。もちろんカトラリー系もいっぱいあります。で冷蔵庫もすごい大きいので、こんな感じでね、これオーナーさんの荷物。2組でシェアするにはめちゃくちゃ十分。ただね、シンクがちょっと小さいかもだけど、シンクこんだけなんだよね。ただ、食洗機があるの。こんな感じ。食洗機こんなにでかいのすごくない？マジで自分で洗う必要ないじゃんみたいな。私たちの部屋はこっちになります。今見てこっちが部屋で、こっちがシャワールームです。でシャワールームが今回、2つあるのでシェアしなくていいんですよね。私たちだけで使えるシャワールームがあるっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しすぎて、それも一つね理由となってここを決めました。部屋の中はこんな感じで、もともとなかったんだけど、めっちゃ大きいデスクを持ってきてもらいました。というのもやっぱり部屋の中で仕事とかするので、絶対にデスクとチェアが私たち必要なんだって言ったら用意するよって言ってくれて、なんか他で余ってたというか、なんか使ってなかったやつがあるから持ってきてくれて、これめっちゃでかいんだよね。普通にここに1人とここにもう1人座って2人で作業できるぐらいのスペースがあるので、とはいえちょっと椅子がねまだないから、他になんか使えるやつあったと思うからちょっと確認してくるわって言ってくれてて、もしなかったらなかったで Facebook のマーケットプレイスとかで探して安く買おうかなと思ってるんだけど、これがあるっていうのがねめちゃくちゃ助かります。来て気づいたんだけど、布団がない。布団今日ないのちょっと寒いんだがブランケットはあるよってことで貸してくれました。なので布団も用意しないといけないけど、それ以外は基本全部揃ってるかな。この中がこういうなんていうの、収納スペース。もう私たちそんなに荷物がね全然ない人間なので、こんだけあったらもう十分すぎるぐらい。さっきのシャワールームなんだけど、部屋の中からもアクセスできるようになってて、ここでね、よいしょ、部屋の中から直接入れます。でトイレとシャワーがねありますということで、こっちにもドアがあるので、こっちから直接リビングに出ることもできます。なんというか、玄関のところはこういったちょっとスペースもあって、靴もね入れられたりとかするので、めちゃくちゃ収納もたくさんあるし綺麗し、何よりねこの景色がねマジで内見に来た時天気が良かったから、
もうめっちゃ綺麗で、コンドミニアムしかもね都心のダウンタウンの中心部に選択肢として入ってなかったんだけど、条件的に他のもっと離れた郊外の場所のシェアハウスとそんなに変わんない、2万ぐらいちょっと高いかなって感じだけど、でも徒歩で通学できるから電車通学しなくていいし、何でも近くにあるから時間のね節約になると思ったら、それ月2万ぐらい別に追加しても全然むしろプラスだなと思って、何よりね気分がいいですよね、こういう開放的な空間にいると。でここに決めました。ってな感じで私の新居でした。一緒にシェアするスペインの方がこの後来るっていうことなので、メッセージでなんかよろしくみたいなやり取りはしたんですけど、なんか多分感じいい人、スペイン人ってなんか明るくて陽気なイメージあるけど、メッセージからもそれがこう感じ取られるような人だったので、すごい楽しみです。で当初もともとフランス人の男性と一緒に住むっていう風に聞いてたんだけど、なんかそれが今いろいろあって変わったらしくて、でオーナーさんもやっぱり女性の方がいいみたいな、女性の方がやっぱり一般的にはこう綺麗好きな人が多いから、女性の候補が現れたからそっちにすることにしたって言って、なんか話聞いてると結構、複数の候補の人がいて、その中からオーナーさんがいいなって思う人たちを選んでるみたいだったので、他に候補もいたかもしれないのに私を選んでくれて、もう本当に運が良かったなと思ってます。私の超拙い下手くそな英語でも全然嫌な顔一つせずうんって聞いてくれるし、でオーナーさんフィリピン人のご夫婦なんですけど、めちゃくちゃいい人。さっきも言ったように机が絶対必要なんだけどみたいなこと言ったら、用意できるよって言ってくれたし、騙されないかとかっていうのがね、やっぱ言語の壁がある分慎重になるじゃないですか。契約の時ももうめちゃくちゃ細かく全部見て、で AI にこれって大丈夫とか全部相談しながら、翻訳はもちろんチェックして、これなんだろうと思ったこと全部細かく聞いてるんだけど、これはこうでってちゃんとこう明確に説明をしてくれるから、本当に最初こんないい条件でいいのみたいな不安が本当にめっちゃ正直あったんですが、結果すごくいいオーナーさんに恵まれて、こんなに素敵なお部屋に入居することができたので、今のところ超満足してます。ここの場合は個室が離れてるで、しかもシャワールームもそれぞれ部屋ごとに用意されてるので、今シャワー行きたいのにとかトイレ行きたいのに使えないなっていうのが起こり得ないとか、話し声も多分このぐらいのはっきりした声でガンガン喋ってたら、普通には聞こえると思うんだけど、ただ個室の中と中にいればそんなにうるせえなみたいな感じにはきっとならないから、そこも安心して過ごせそうかなと思っている点でございます。あとここ一応コンドミニアムなので、めっちゃ簡易的ではあったんですけど、ちょっとジムのスペースがあったりとかサウナもありました。サウナもジムね、内見できた時誰もいなかったからあんま使われてないと思うんだけど、だからこそ別に使いやすいというか、運動する機会が無料であるっていうのはいいかなと思ってます。あとはこの建物の中にそんなすごいものではないんだけど、ちょっと外からのお客さんが来た時にこう応接間じゃないけどテーブルと椅子があって何個か並んでるようなエリアがあって、あとビリヤード台もあった。なんかそういうスペースもあるので、私たちが心配してることってやっぱり2人でその一つの部屋をシェアしながらで仕事もして、もちろんミーティングもあって別の場所で働けるようにしないといけなくて、個室の中以外でも仕事できるスペースが絶対必要なんですね。なのでその意味でこのリビングにもちゃんとテーブルがあるとか、最悪この部屋を出てでも建物の中にそういうちょっと作業スペースみたいなのがあるっていうのがすごく私たちにはフィットしてたので、めっちゃありがたいなと思ってます。でもちろん外に行ったらね、カフェとかもめちゃくちゃいっぱい近くにあるし、で図書館とかも徒歩圏内にあるので、どこで仕事する問題みたいなのはここの家だと全然問題になりづらいなと思って、やっぱりそこが決め手の大きな部分でした。という感じで、せっかくの引っ越しなのにめちゃくちゃ雨降ってる。それが超残念なんですけど、そんな感じで新しいお家に引っ越してきました。このうちの家賃は1ヶ月1800ドルでした。日本円にするとだいたい20万円弱です。ただ Wi-Fi と電気代が別なので、さらに8000円ほど追加でかかっちゃいます。となると、合計20万円は超えてきますね。ちなみに学校まで電車通学をしないといけない距離に住むとなったら、コンパスカードという交通カードのマンスリーパスを買う
うことになるので、日本円で1万1000円ぐらいの追加費用がかかります。私の求めているお部屋の条件だと郊外でも1700ドルぐらいはしたので、交通費含めて18万円ぐらいにはなるんですよね。そこに今回2万円上乗せしてシャワールーム付き、ナイスビュー付き、全てが近い最高立地なお家を選んだというわけです。中心地の近くに住んでるからこそ実際突発的な誘いにも乗りやすいので、留学生活を楽しむための投資としてここに住むことにして正解でした。ぶっちゃけ月20万円超えはかなりインパクトあるけど、毎日頑張って仕事をしてるのはこのためだということにしています。ということでルームツアーの動画はここまでです。高評価やコメントが大きな励みになります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。